なんでさ、海外の人って忍耐ないの？すんごい苛立ちをさ、表現するよね。僕忍耐がないと言ってるの？まあ、ないときはないよね。ないときないないじゃん。ってなって。ジュンさんはすごい英語教えたんじゃない？どういうこと？頑固。は？ジュンさんと話すと、ジュンさんって誰？ジュわーい、ベイビーありがとう。何作ってくれたの？パンケーキ。パンケーキじゃなくて、これは買ったものだよね。ここになんかいろいろ巻いて、食べるやつだよね。なんだっけ？ファヒファヒータ。ファヒファヒータ。ファヒータでーす。ファヒータです。ジュンとクリスです。昨日二人、どこ行ってきました、ベイビー？パリに美容院行ってきたね。そしたらベイビーすごい結構短くなったよね。なんかね、すごい話進んで、なんかだんだんもう短くなりました。自分で言ったんじゃないの？まあいいんじゃない？まあ。うん。今朝起きたら、ちょっと短いかな。でも若見え、わかる？若見え。若く見える。若見え。わかめ。若めじゃないわ。ベイビーはいつも若いから変わらないね。ベイビー、それで今日はどこ行くんだっけ？今日はちょっと秘密です。前、イースターで食べたところって言ったから大体分かった。秘密じゃないもん。まあそれより、ベイビー。サプライズしたかった。なんか今日気づいたんだけど、なんで僕だけいつもデートプランニングしてるの？違う、みんな。私もするんだけど、全部却下。すべてベイビーが後で変えるの。ベイビーにはね、素晴らしい力があるんですよ。能力があって。あります。すんごい才能なの。なんかね、ここ行きたいなって言うと、ベイビーはね、ノーもイエスも言わないで、スムーズに、美しく綺麗に平行線上に行きながら、だんだん却下の方に行くのよね。それがね、なんかね、気持ち悪くないんだよね。だから、それに気づいて、もう数年前に、だから、もういいや、ベイビーが決めればいいんじゃないっていう形になってしまったっていうのが現状です。気づいたの、ベイビー。もちろんね、ずっといるもん。悪いところから来るじゃなくて、本当にいい経験作りたいから、いや、自分で決めればいいじゃん、そしたら。だからいつも決めるよね。そう。だから、ジュン君いつもデートって言ってたけど、今、分かった理由。理由分かった？分かったかな？分かった？ベイビーさ、最近さ、私があんこ食べてたじゃん。なんだっけあれ。オートミール。あんこね、オートミール食べたの。そしたらすごいバカにするの、ベイビー。で、全然食べないんだよ、あんこ。こんなに日本好きって言ってるのに。まず日本大好きだけど、うん。なんか味あんまり好きじゃないね。なんで甘いのって聞きたいぐらいね。私、その質問はないんだもん。レッドビーンズがね、甘いの当たり前として食べてるからさ。逆に、ちょっと待って。逆に、例えば、レッドビーンズのスープ作ったら食べる？お汁粉でしょ食べる。レッドビーンズ。それ、だから、お汁粉でしょ正月に食べてるお餅の中に。レッドビーンズとか、ポテトとか、ポテト？入れないよね。甘いやつじゃなくて、塩も入れて。全然食べる。あれはもうちょっとね、ウエスタン系のスープじゃん、あれは。あれはお汁粉としてとか、あんことして食べないもん。一緒のものと考えないよ。考えてる。考えないよね。ちょっと待って、頭の中考えるじゃなくて、口の中考える。同じものって分かんないじゃん。ベイブは逆に何好きじゃないの？口のデザート。ブルーチーズ。デザート。うちのフランスデザートでチーズになるもん。デザート言わないよね、チーズって。デザートの時にオファーするじゃん。デザートの前ね。たくさん人のデザートなしで、チーズで終わって。そう。するじゃん。ベイビーね、目の前あるものは全部食べるじゃない？なんか食べ物あったらもう全部食べる。普通だよね。目の前にテーブルにあるものとか食べない？そうだよね、確かに。ベイビーはさ、あれだよね、途中で止まるの。ほとんど止まる。もうお腹いっぱいになったら大丈夫じゃないって。ってなってる。わかんないけど、ベイビーズは、なんかお腹いっぱいでも目の前にあると悪いから全部食べないと悪いかなと思って食べちゃう。
お腹いっぱいでも食べちゃう。なんかね、僕も日本住んでた時に、一回ね、レストランにいて、会社の友達といたら、僕ね、ご飯ちょっと残してた。なんで食べないのって聞いて、もうお腹いっぱいよって言ったら、失礼じゃない？ファーマーに。作ってくれてる人にね、お米を。まあ、失礼かなわからないんだけど、まあ、レストランだと、まあ、知ってるじゃないと思うけど、家だったら、まあ、残っても明日食べれるね、と考え方いつもあるんだけど、それからね、いつもご飯はちょっと少なめにしてますね。かわいい。怒られちゃったから。そう。すいませんと思って。かわいい、そういうね、経験あります。ちょっとね、トラウマまでいかないんだけど、ちょっとね、日本に行くとね、日本に行くと、気を使ってね、全部食べないといけないと思ってますよね。だけど、まずね、ポーションが少ないじゃない？量ね、ボリュームね。量が少ないよね。そうね、日本はね、こっちと比べると。だから、こっちは全体的にちょっとずつ頼んだらいいと思いますね。一気に全部頼むじゃなくて、ちょっとずつ。でももう日本行ったらさ、あれじゃない、友達としか会わないでしょ、あんまり。だから、一緒に食べないもんね、お仕事する人と。食べないね、よかった。てかさ、仕事する人と食べてもさ、好きな人と仕事してるからもうないじゃん。そう。だから、今ね、友達だけカベーグと一緒に食べるじゃないそうすると、残したら、何も言わない。あげる。太っちゃいます、私が。てかさ、ちょっと聞きたいことあるんだけど、なんでさ、海外の人って忍耐ないの？もう本当にすんごい苛立ちをさ、表現するよね。もう体全身でイライラして表現するじゃん。あれにびっくりするんだけど、なんで？僕忍耐がないと言ってるの？ベイビーはその人たちに比べるともちろん忍耐はあるんだけど、まあない時はないよね。ない時ないじゃん。いきなりなんかすごい、なんか、ってなって。だからしょうがないなと思って。だいたい、私とかさ、多分ベイビーズもそうだけど、無口になるから。無口ってね、喋らない。もう何も喋らない。なんかあったらすぐ出すじゃない？そう。なんか、キープできない人たち。いいんだよ。ハッピーなことなら。十分に嬉しい。両方出したい。やめてもらっていい？てかさ、まずさ、悪いことがあったらてかさ、あんまり、悪いこと考えないでよって話。なんか、リトアニアはそこまでいかないと思うけど、ちょっと。嘘。嘘でしょ。ちょっと一緒です。ベイビー、みんな同じにしなさい。同じにしなさい？しないでください。そうだね。なんで？なんかね、もちろんリトアニア住んでた時にそういうものは気づいてなかったんだけど、リトアニアの後は日本に行ったじゃない？ 10 年ぐらい。その後はパリに引っ越ししたらいろんな気づきありました。今、例えば今リトアニア行くと全然そういうないんだけど、なんか忍耐ない人、あんまり会わない。たまに1回だけ会ったことある。マドリードのエンバスの人。リトアニアの大使館で働いてる人だよね、リトアニア人。もうチャリンコをこぎながら電話出て。みたいね。で、なんだっけ？それの種類が欲しいの？なんて言われて。そう。あなたいらないよ、みたい。あなたいらないよってどういうことよ？まずなんで自分で決めるの？何がいるかいらないの？って初めて考えてたね。その人ね、なんでいらないって、お客さんじゃないけど、自分の国の人を助けるのは確かじゃないのにいらないって言ったのは、それは結局ね、チャリンコ漕いでるから。そう。もういらないでしょっていうのは、私何もヘルプできないよって。そう。チャリンコ漕いでるし、もう仕事したくないよっていう感じだよね。本当に、一回だけはそういう経験ある。ベビーはある？リトアニア？リトアニア行くと必ずもう、クリスティオナス・ブデリスって名前で、ブデリスっていうお家があって、そこからあんま出させてもらえないので、初めてリトアニア行った時は特になんですけどね、1回目普通リトアニア行くじゃん？
もしくは国のいいところとか、ここは名所のとこ連れてってくれたりするじゃん。そしたら、ほとんど家にいたっていう。一番いいから。逆にね、なんで、わかんないんだけど、なんで感謝してないの？感謝してる。すごい良かった。それも、カルチャー、なんていうね、ディフェレンス。感謝してるよ。ありがとうって言ったじゃない。全然そういう気持ちなんか、ないね、と思ってる。あるある。ただ、なんでそれが硬いこれね。そう、もうドライになっちゃった。話しすぎて。ベイビーのお兄ちゃんの奥さんずっと喋るし、ベイビーのお母さんの友達のアンタニーナもすごい喋るし、ベイビーのお母さんも喋るよね。喋るとさ。喋りたいね。ずーっと喋るの。いや、本当に止まらないよ。日本でもあんまり見たことない。あんまりそういう日本人会ったことないね。そうでしょ。だって日本人ってさ、ちゃんと相手のことを尊敬する教育だからさ、一応聞くから。めちゃくちゃ素敵。でこっちの人って同時のタイミングで喋ってるから、この会話成り立たないでしょみたいなさ。ラジオみたいじゃない会話とかじゃなくて、出すだけでイメージ。日本あんまり会ったことないね、そういう方。でもベイブはちょっと近いね。いつも喋りたいから。私はもともと喋る人じゃなかったの。フランス行った時に喋らないと生きていけないってすごいみんなから言われて、マジでって思った時に、本当だって思ったの来た時に、ちょっとまず聞いてね。水道とかガスとかさ、ビザの申請とかっていうのを行くわけじゃん。でさ、日本人一人じゃない？誰かに頼んでなかったから、その時お金なかったからね。で、それ喋らないと、あの人たち、ここの方たちって本当に、なんか私たちが発言しないと読み取ってくれないから、こうイライラしてくるんだよ、向こうが。こうやって。すごい怒られる。認定がないからね。何にもない。もうね、5秒以内、いや、3秒以内に答えないと怒られるんじゃないって思っちゃうぐらい、日本のこの豊かな国から来ると、豊かな国から来ると、なんかこんななんでせかせかしてんのみたいな。で、それに合わせることになるとね、だってちゃんと合わせてやんないとさ、言葉の壁もあるからね。だからプラスして自分の主張、今まで喋ってなかったのにさ、その言葉にして喋らなきゃいけなくなるじゃん。それが20歳から27歳まであったのも。はい。じゃあ今ね、問題なくない？ある。ある？で、その後また10年間日本にいたもん。そうだね。でも、今ね、日本のいいところがよく分かってるから。パリいるときに、ベイビーにたまに電話して、誰かに、例えば、レストランとか、工事の人とか、僕気づいた。すごい、説明が長いと思ってる。ベイビーから。はどういうこと？なんかね、本当にゼロから、今までみたい説明しないといけない。こういう方で、こういう住所で、こういう仕事しましたよね。今はこういうなってますよ、みたいで。わーと思ってる。チームの人は絶対多分認定ないと思ってるんだけど、全部説明しないといけないと思ってて、例えば、名前だけ言ったら絶対思い出さないじゃない？だけど、分かってくれない。認定ないからもう、早く言ってみたいってなってる。結果、一言、はいみたいな。そうなってる。ベイビーは本当にそういう認定ないことはもう全部無視して、もう全部ゼロから今まで説明しないといけないっていつもやってる。すごいね、なんてね、素敵。どっちが？言う。なんで？なんか、認定ない無視してるから、まず。と、自分で言いたいことをもう全部言いたいよね。なんか質問ならないようにみたいな。聞いて、ベイビーズ。ベイビーも。多分してる。なんでかっていうと、こっちの人たちってさ、結果だけで済む話だから細かいことがないじゃない？ない。本当に何にもない。そうするとすごい不安なことあるよね。ね。たくさんあります。いつ終わるの？もしこれを言った問題が発生した時にはどうなるのとかさ、そういうのいろいろなるんだけど、そんなの一切考えないの。一切考えないから。何にもないから。
結果話してイエス、ノー、はい、終わりぐらいじゃない？そうだけど、ジュン君は、なんか、2 step, 3 step forward 考えるじゃない？はい。日本だったら、まだ、何にも考えなくてもさ、私がさ、すごい優しいお姉さんとか、お兄様方がさ、いろいろさ、サービスとしてさ、言ってくれるじゃん。こうなった場合はこうでとか。いろいろあるわけよ。でそういった中の環境でいるから、何にも考えないで、いつも遅れて、結果的にやってくれない人たちじゃない？だから、それでもうとてつもないトラウマができちゃったのよ。不安とか心配が。それで、聞いちゃうの。二つ三つ。なんかね、要するに、この方々のおかげで私はね、すごく賢くなった。だって、日本だと考えないもん。そう、それあるんだけど、こっちの方の文化変わらなくない？変わらない文化。だから、3ステップ行っても、わかんない。だから、僕から見ると、大変じゃない？私はその中で忍耐があるから、まだ、ってこらえて、なんでって思っても理解しようとするの。まあ、ベイビーは同じお国から来ているから。ないね、忍耐。どうやるんだっけ？何？こうやるんじゃない？もう、absolutely not って絶対言う。そんな感じは言わないけど、可愛いから。でもなんか、怒ってるのか怒ってないのかよくわかんないんだよね。でも、多分向こうには伝わってるはず。たらーん。ベイビーが作ってくれたの昨日、これ。美味しいのよ、これ。何これ。なんか、本当はクッキーだけど、クッキーの形にならなかった。みんなベイビーが覚えてるミシュランスターを目指すから、みんな応援すること。ベイビーのカフェ開いたらさ、すごい流行っちゃうんじゃない？日本で。ちょっと待ってね、行きたいよね。カフェはミシュリンスターになる？なれる？なんかカフェの方が面白いね。みんな来てくれて、みんなと話して面白くね。レストランも話せるよ。面白いね。どう？みんなどこでやった方がいいかな？僕ね、ちょっと質問あります。そういうもんでやったら、そういうね、会話あったら、なんで我慢して何も言わないの？だってさ、同じこと言ってもしょうがないんだけど。でもね、最近言うようになった。ずっと我慢してたんだけど、この人たちって、私が我慢するとね、それをうまく利用してさ、何にもしないの。で、もっとなんかお金を取ろうとするわけよ。外国人だから甘く見ちゃって。それで頭きちゃうと、やっぱ言わないとダメなんだなって思っちゃって、もう疲れるなーっていう感じ。いつも生きてるだけで。最近ね、コーチの方ね、僕と会って、ジュンさんは、すごいいいネゴシエーターじゃない？どういうこと？頑固のこと。ジュンさんと話すと、ジュンさんって誰？ジュンクです。ちゃんと聞いてください。ジュン君と話すと、仕事全然進んでないって言って、ずっと、ネゴシエーターしてるから、2週間全してるから。誰できたら、クリスと話したいって誰が言ったそれ？ひどくない？何それ？だから、でも、わかったね。でもその人さ、いきなりメッセージ来なくなったからね。なのに家に来てるから。レイはまあ、すごい、これしかならないって言ってるから。目標タイプなのよ。そういうことあったけど別に、とりあえず。ベイビーね、なんでそういう本当のフィーリングを言わないのと思ってるね。ダイレクトに？ダイレクトに。例えば、そういう工事の人だったら、めちゃくちゃ高いから、そういう、絶対ダメって言ったら、説明来るじゃない？じゃあ、私さ、交渉する前にお金が見積もりいくらか知りたいの。でも、見積もり来たら、見積もりも来ないんだよ。来なかった。口だけ来たの。そうだと思う。わかんない。来たの？うん。
じゃあ私もらってないの？もう話進んでないからね。いや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 、私はずっと待ってたからね。でもこの方はまだ全然いい人なんだけど、他の人とかははっきり言わないとダメなんだった本当に。でもベイビーも今はちょっともう良くなってるんだけど、外だけじゃなくて家族の中も全部言わないじゃない？どういうこと？例えば続々だってここ？どういうこと？なんか好きじゃない時か好き時ね、そこまで言わないよね。ダイレクトに？そう、例えば大体好きだもん、大体好きだけど、で、あと最終的に決めるのこっちじゃん。さっき言ったけど最初。だからあんまり言わない方がいいの、私が。あるんだよ、心の中で。こっちっていうのは。で、言ったら。でも、いいインテリアデザイナーやられている私はずっとバレエをやってきたっていうね、自分の考えを持ってガッてやってきてるのは、お互いの眼光がぶつかるとさ、大変なことになるよね。どっちかがちょっと収めておかないといけない。それが私です。だから知らないおバカさんのふりしてた方がいいの。いや、わかんない。どうしようだって言わないけど。だけど、いいんじゃないみたいな感じ。もう、いいんじゃないって言ったら、絶対ダメだと分かってるんだけど、でもたまに出るよね。じゃあそれしようって言ったら、私が、やめてよ、これやって。やるよね。怖くないね。怖くない、もう分かってるから、いいんじゃないって言ったら、ちょっと良くないって分かってる。なんでも、なるほどね。だけど、ベイビーからもうダイレクト言ってほしいじゃない？好きじゃない時に、もう次はちょっとなんか違う人。じゃあいい？私言わせてもらっていい？先週から私はカナダに行きたい。そしてニューヨークにも近いから、なんか Google マップみたいに近いんですよ。だから、行きたいって言ってるのに、それについて、ピローンって何も言わないじゃん。じゃなくて、今ね、お母さんの来週来るんじゃないだから、お母さんね、ちょっと、お母さん体も悪くなって、来るか来ないちょっとわからないから。だから、大変だから先に行っちゃったわ。だから、昨日ね、お母さんと話したら、月曜日、病院行って、めちゃくちゃ悪くなかったら、来ますみたい。まずね、こういった会話も、ベイビーは、さっき言ったの。私には無言でカナダ行きたいって言ってるのに、こうやって何もフェードアウト。これを言わないの。じゃなくて、本当は、カナダで、トロントで、僕のカズンいとこ住んでるから、いつ来た方がいいとか、どこ行けばいいとか、話もしてます。ありがとう。だけど、毎日リポートもした方がいいよね、ベイビーに。最後にあった。ちょっと言いたい。こちらの、人たちってさ、こう、忍耐がない部分さ、こう、感情表現するじゃん、もう。なんでも。だから、ちょっとネガティブになるときは嫌なんだけれども、エネルギーがあるよね。で、なんか、ね、こう、楽しもうとするよねっていうのとエネルギーがあるのか、ちょっと違うと思うんだけど、人生を、なんか、リッチに生きてるような気がする。あんなにせかせかしてるのに、すんごい仕事はゆっくりで、バカンスもたくさんあるし、2ヶ月待ちとかってあるじゃない、よく、こっち的には嬉しくないんだけど、仕事する人からしてみると、こう、なんか豊かというか、こう、なんかおっとりしてるよね。せかせかしてるんだけれども、おっとりしてるよね、なんか。それ、ただの、怠け者？そう。バカンスすごい大切にするじゃん。それまた仕事好きじゃないから。いやでも日本だとさ、本当に取れて10日間とかじゃないのかな。なんか1ヶ月とかさ、3週間必ず取れるじゃん。5週間です。夏休み1ヶ月ぐらいってなるじゃない？そういうのがいいじゃん。クリスマスの時ももうちょっと入れて、クリスマスの日入れたら、もうまた1ヶ月ぐらいになるじゃない？チャージする。だからだいたい2ヶ月ぐらい、年間。あともっと細かく言うとね、スーパーとかいろんなブティックで働くと7時に終わるって言ったら6時45分から6時55分の間にはもう閉まってる。遅く来て早く終わる。それも何習慣があるじゃない？こっちの。でも本当にこっちリトアニアはそういうならない。そうなんだ。絶対にならない。
例えば10時に開いてるって言ったらまだ閉まってたりはシャッターが。ない。あ、そうなんだ。こっちはこっちなりにね、そういったね、楽しみっていうのがすごいたくさんあるから。そう、こっちはもう、まず、enjoy your life 多分ね、なんていうの、一番楽しむ。そう。楽しむっていうことの表現はものすごいあるよね。どこの国行ってもここは勝つ。ここはすごい。楽しむっていうものには、だったら、みんないきなり仕事になるとさ、イライラしたり、こんな感じでやられるんだけど、楽しむことだったらもう全然なんかこんな感じで、みたいな、なんで違う人なんだよ、二重人格。そう、違う人。だから楽しむときはね、私たちもなんか楽しむっていう心をね、学ばないといけないよね。だからすごい真面目すぎちゃうところあるから、硬くてね。ある。まあ、パリ来てください。ベイビーズにパリに来てくださいって、楽しむことを学べますって。でも、パリ行ったらさ、もうね、やりたいこといっぱいあるよね。なんか、シャンゼリゼ行きたいとか、エッフェルタワー行きたいとかさ、どこでちょっとお買い物したいとか、そこのチョコレート食べたいとかさ。あるだけど、ね、パリいる時に、みんなの生活見てください。カフェ行ったら、とか、ちょっとパリじゃん。運が悪いと大変よ。パリ住まないと、で悪い経験あんまりないと思う。まあ人によると思うよ。まあどこもそうか。どこもそうだよね、そこはね。悪い経験ないね、観光だったらね。そう、観光だったら多分もう。住むのはもうダメだね。もうおすすめしないね。フランス、イタリア、スペインって。まあダメじゃない。ダメじゃない。ダメじゃない。面白い。ドラマがいっぱい。もう毎日面白い。そう。毎日面白いだけど、多分ね、住んだら、日本にワカンスしたいかもしれない。そう。そんな感じで、私たちも、楽しむ心を学ぼうかなと思います。この動画がいいなと思いましたら、ぜひ、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。せーの、あちゅー